はい、こんにちは、山口洋です。今回はなんと牛場に来ました。はい。念願の牛牛場に来ましたね。自分がフロリダにいるときに宮迫さんとかの YouTube を見てね、もうめちゃめちゃ行きたいなと思ってやっと来れました。もう入ってすぐこれがインパクトあってすごい。松江区じゃないですか。あれですよ。これがそう映画持ってきてくれたわよ。見てください。これやばくないですか。エレベーター。それなんすか。上から何牛場。牛場。じゃあ早速食べに行きましょう。はい。じゃあはい、中に入ってきました。これ内装めちゃくちゃすごくないですか。すごいっす。この絵とか。トイレありましたね。個室。ここがビップルームみたいな感じで。そうなんですか。失礼します。いらっしゃいませ。宮迫さん。はじめまして。はじめまして。すいません。お仕事お待ちしました。ありがとうございます。試合はもちろん見させてもらってます。なんでしょう。負けはる時って、はい。なんか動物の負け方みたいな感じですよね。いつも。どういうことですか。なんかそういうわかんないですね。動きが、はい。野生動物の動きに似てるなと思っていつも見てたんですよ。本当ですか。ぴょんぴょんして。ぴょんぴょんしてこう、はいもちろん格闘家の動きでもあるんですけど、はいはいはいすごい動物みたいな動きしはる人だなって最初本当ですかの印象がそうだったんですよ。へー天心君の試合とかもそうはいはいはいですけど、はい負けらっしゃる時が、はいいつも動物がヒョウとかが、は撃たれた時の負け方にどういう例えですか。パーンっては負ける感じがする、本当ですか。いつもしてるんですよ僕の中で、はい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 僕のイメージですけど、はいはいあ動物が倒れたそれちょっとバカにしてます。してないですよ。してないですか。人間なのにそんな動きができるっていうのがまずすごいし、はいはいはいまあだからこそ強いんだろうなとは僕は思ってたんですけど、はいはい、ありがとうございます。まあ負ける理由とかいうのを見れるわあるでしょうかね、はいはいはいそれは。そうですねだからちょっとおしゃべりしたいなと思ってたので、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はあれですか、海外から見ていただいて。そうですね。ヒカルさんとはいはいミクル君とはい柴田さんかな、はいいたかな。そこと宮迫さんが、はいここで食べてて、すごい美味しそうだなと思ってぜひ食べたいなと思ってきました。はい。すみません、ありがとうございます。海外から食べたいと思っていただけたことが嬉しいですから、じゃあちょっとおすすめちょっとはい、お願いします。単純にまずおすすめがまあ一番有名なのが極みタン塩、これなんですけど、これ皿もう見えなくなってるじゃないですか。これ一応名物なんですけど、はいはい。赤字なんですよ。赤字なんですか。原価率今もう7割超えちゃって、だからもう宣伝メニューなんで、はいはいはいまあ赤字でもちょっとこれはただこれおかわりができるんですよ。はいはいはい。人数分だけなので、とりあえずこの極みタン塩、で6人も入ってます大丈夫ですか。6人前赤字大丈夫ですか。うち交雑牛っていうお肉なんですけど、いわゆる安いというイメージのお肉なんですけど、交雑牛でもランクがありまして、僕はどっちかというともう50超えてるので、はいはいいわゆる和牛の赤身より交雑の赤身、その脂身のさらっとした感じが、和牛ってやっぱり美味しいんですけど、やっぱ油がちょっと重く感じるんで、値段がもうほぼ半額なんですよ。なので交雑牛のヒレとシャトーブリアン、ほら普通シャトーブリアンとか普通8000円とかする、和牛だと、2980円。なんか意外とリーズナブルですね。そうですね。なんか思ったよりはい。そんなお値段高くないですね。もっと高くしといた方が良かったなとは後悔してます。後悔してるんですか。客単価がいまいち上がらないな。和牛はどうですか。食べますか。食べます。はい。霜降りいきますか。はい。じゃあ霜降り3種盛りを、あとこの焼きしゃぶっていうのも美味しそうです。今月からこれもいきますか。行きましょう。はい、お願いします。これ淡路島の玉ねぎなんですけど、すりおろしたものと刻んだもの、スライスしたもの、それ別盛りでくるので、スライスしたやつを挟みながらタレにつけて食べていただくと非常に美味しいです。あと僕の名前ついて宮迫ハラミ。うまそうですね。これは塩だれの開発と一緒にさせてもらいまして、塩だれ作るのに3日かかるんですよ。いろんなものから抽出したタレなんで、これはぜひ食べていただきたいので、江頭さんが120点つけてくれました。
ザユッケ行ってもらいましょう。はい。あとなんか好きとかありますか？トレギサラダ。あ、サラダいいですね。あはい。とこのキムチナムル盛り合わせ12種、蜂蜜梅の山芋キムチ。僕がちょっと闇営業騒動の時に、なんすか闇営業。ネット調べてください。すぐ出てきます。ものすごく数出てきます。ちょっといろいろちょっとテレビ業界から離れることになった原因なんですけど、闇営業。はい、その時にちょっと取材陣が飯沼にいすぎてて、はい外に出れなかった時に家で一人でこれを作ってこれをつまみにしながらハイボールを飲みながら換気扇の下でタバコを吸うっていう数ヶ月を過ごした時に、それがちょっとあまりに美味しいっていう周りに美味しいって言われたんで、はいはいはい実際にその時はセブンイレブンのもので作ってたんですけど、はいはいはい。それをちょっとちゃんと無添加のものでちゃんといい感じのもので作ったのがありますので、ぜひ食べてください。はい。ご飯もんどうされますか？普通のライスで。はい。あ、おすすめはどれですか？ガーリックライスもあるんですけど、はいこれも人気ではあるんですけど、はいご飯自体にちょっとだいぶこだわってるので、じゃあおいしいご飯、はい。ガーリックライスって量どのくらいなんですか？はいガーリックライス一つでじゃあすだちの冷麺がすごい。これ締めでぜひこのすだち冷麺食べていただきたいです。これそうですありがとうございます。そうなんですおまみれも。カルピスありますか？ないですか？お酒はもう飲まれないんですか？あ、お酒は全然飲まないですね。あ、そうなんですはい。か。酒ばっかり飲んでるんですよ。本当ですか？何が美味しいんですか？お酒。なんか酔う感覚が好きなんですか？なんでしょうね、一番早く現実逃避できる。ああ、現実逃避したいがために飲むんですか？でも単純にお酒の味自体好きです。へえ。基本的に僕ハイボールしか飲まないんですけど、はいはいはカルピスに似てるお酒ありますよ。い。なんで飲まそうとするんですか？キヌサラっていう、はいマッコリなんですけど、はいはいはいビタン酸のマッコリなんですけど、強いんじゃないですか？全然強くないです。本当ですか？一口飲んでみます。はい、じゃあそれを、はいキヌサラじゃあ皆さんも飲みます。あ、はいいただきます。ボトルで、あとサコハイっていうのもあるんですけど、僕金木犀の匂いが香りが一番好きで、へえ。金木犀のお酒を出したいとはいはいはい。いうので、鹿児島の小牧ジン。はい、いろんなもので合わせてみたんですよ。はいはいその金木犀のリキュールを作ったんですよ。ハイボール、ウイスキーと合わせてもちょっと匂いがちょっとなんか喧嘩するなとか、はいはいはい何十種類と合わせたらその小牧ジンさんがそのリキュールとバッチリあって、へこれサコハイってめちゃくちゃ人気あるんですよ。そのうち買って出したのかなと思うんですよ。普段は普通に食べられるんですよ。普通に食べます。自分軽いんですよ。その階級の中でももう減量もほとんどなくて、だから食べて太んないとダメなんですよね。はい。でもあんまり格闘技興味ないですよね。興味なく結構ライジンとかいろいろ見に行かせていただいたりとかするんですけど、はいはいはい。それはやっぱり YouTube 的な感じでそのイクル君と絡んでるからっていうことです。違う違いますよ。普通に好きで見に行った、基本ボクシングが好きなんですよ。中学の時は「頑張れ元気」とか「明日のジョー」とかの流れで、はいはいはい。ボクサーになりたいと思ってた時期、はいはいはい。で頑張れ元気が実際にやってたトレーニング方法、電車がこう通ってるのにこう登ってはいはい。カンカン言ってるとこ登って、はい人をこう見るっていうのを、へー実際やってました。本当ですか？はい、何のトレーニングにもならなかったです。格闘技は基本的に好きですね。なんか質問あったら質問してくださいよ。ございますとりあえず体震えてます。なんですか？佐古さんですよ。まあそうですよね。テレビ見てた人ですか。はい。そうか。小学校ぐらいやね。そうね。はい。その轟さんとかやってた時代に。まさにまさにめちゃ世代です。轟さん見てました。見てました。轟ですやってましたよね。それ宮迫ですとこっちになってます。あ、そうです。轟ですか。あ、やってないですか。はい。あ、牛運です。そうですよ。あ、牛運だ。そうです車3つで轟。あ、そうですそうですそうです。ちょっと混ざりました。混ざりますか。はいとんでもない。一つだけ質問してもいいですか。何でもどうぞ。竜宮城がこう立ち上がる。試食会からこのストーリーがすごい好きだと思うんですけど、はい。あれって脚本とかじゃないですよ。ただの事故です。正真正銘の事故です。最初の試食会もですか？もう大事故です。そうなんですね。想定外というか想定外すぎて僕が任してた人。はいはいはい。詐欺師だったんです。詐欺師。違やめろや。違います。やめろ。でもそういうことですよね。結局任してたとこも誰かに任してた、なんかいろんなことが
重なって詐欺師じゃないあ、違いますか。詐欺師じゃない違います。結果マジでまずかったんですよでそんなことあります？あったんですよ実際まあそれもちょっと本当はちょっと言えない想定外のことがいっぱい起こってしまって、それが4つぐらい重なって起こってしまったことではあったんですけど、動画を撮り終わった後に誰にも僕が一番キレてますからどういうもんだよこんなもん出せるかって言ってもうやめって言ったらなったんですけど、はいは負けず嫌いなもんで、はいはいはい。これで終わるわけいかんやろと、結果まあみんな撤退の方向で進んでたんですけど、いや絶対やる、もう本格的に自分まあ食は好きなので料理も自分でも好きなので、味にしたには自信があったので、もう全部味見して全部やるって言ってつながったとこと一緒にやることになって、現状その皆さんには褒めていただく味にはなりましたね。これはさんまさんが来てうまいって言ってたんですけど、はいはい、ずっと喋ってるんでほぼ食べてなかったと思う食べたやつもほぼ出てたほんまに味分かったようかなと思っていろんな有名人の方が来てくれて、まあ、デヴィ夫人とか、はいはい、皆さんに褒めていただけるので多分味の方はご安心していただいていいです。はいはいはい、楽しみですね。楽しみですね。俺の一番最初始めました。始めました。はい、乾杯します。すみません、では今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。静岡の偶然静岡でその YouTube のロケに行った時案内してくれた社長さんが実はこんなお酒やってるんですっていうのでご紹介いただいて、それがあまりにも美味しかったので、はいはいはい、この店のスポンサードもやっていただいてるんですね。そうなんですよ。これが蜂蜜メロン山芋キムチ、これぜひ美味しそうですね。僕が精神的に地獄の状態の時に作ったものです蜂蜜梅干しがセブンイレブンに金の蜂蜜梅ってあるんですよね。はいはいはい、あれと山芋の醤油漬けみたいなのが、それとキムチがあったんですけど、これはキムチ入ってないですけど、それ3つ混ぜてちょっと足らなかったんでね、家の蜂蜜ちょっと足して、嫁がそれ見てて頭おかしなったんか別々で食った方がうまいやろいや絶対これうまいからって作って腕見てくれたらめちゃめちゃ美味しいって、そっからめちゃうまいです。ありがとうございます。食感とかちょっと酸味がめちゃめちゃうまいです。ありがとうございます。梅嫌いな人も全然梅って感じじゃない。自分の兄貴なんですけど。はい。あ、そうなんですよ。お兄さんは格闘技は一応やってたんですけど、今ずっと一緒に空手やってて、嫌なタイプですのお兄さん。なんか嫌なタイプっていや違うんですよ。すごい優しそうな弱そうに見えて強いパターンでしょ。昔絡まれて弱そうやな思って殴りかかったらめっちゃ強かった思い出しますわ。お前強いんかい。兄貴梅干しがそんな好きじゃない。そうですね。全然食べられますね。はい、美味しいです。ちなみにキムサラちょっと飲んでみますか。はい、ありがとうございます。キムサラ。アルコールにアルコールはします。もちろんアルコールは。でもアルコールって感じじゃないですね。なんか飲むと本当にカルピス寄りですね。マイルドですね。マイルドな微炭酸で美味しいですね。ありがとうございます。本当カルピスっぽいですね。いわゆるそのマッコリっていう感じでございます。そうですよね。飲みやすい。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいです。初めて見たかもしれないです。そうですよね。お酒俺も酒飲んで見たことないし。あんま飲まないんで。普段というか趣味とかあるんですか。趣味釣りですね。釣りが好きで。何釣りですか。もうルアーでバス釣りとかずーっとやってますね。昔ロケでバス釣りのねロケがあって、どっかでやったんですけど、もちろんそのプロの方についてもらって、この辺のポイントで、その時どえらいの釣ったんですよ。大会で優勝できるぐらいのやつ。ダントツで出たんですよ。俺優勝。ただそれ面白くないじゃないですか。すごいの釣った、すごいなーって笑い取れてないなと思いながら、当時元相方がおかっぱさんが全然一匹も釣れてなかったんですよ、一人で。ほんでもう残り時間もうないですよ、あともう
何分しかないですよって時に相方の竿がグーすごい引きやったんですよ。はいはいはいこれとんでもないの来たもうコマーシャルまたぎってやつですね。はいはいはいほんでまあ引け引け引けってものすごい盛り上がってこうズワーッとなんかこうブワーなりながらバーン出てきたのがホタテの殻やったんですよ。えホタテの殻がはい水面をパパパパパパパこれマジなんですよ。へもう当時 SNS はね、はい浸透しなかったですけど、はいあったとしたらそんなわけあるかが絶対いっぱい出てくるんですけどもう奇跡的にパカ水面をパパパ湖のホタテおらんやろおそらくバーベキューやったはい捨てられてあた引っかかってしかもこう開いてるもんやからこの抵抗があるからめっちゃこう引いてる感じになったってへどんな奇跡やの持ってますね持ってたんですよ。失礼します。今日見たんでございます。来たましたね。おー来たおーお写真そう皆さんこれちょっと流行らうせたいやつがあって、これでこうやって持って、結構傾けるぐらいです。うわ落とさないでくださいそれを流行らせたいです。すごい立てても落ちないすごいありがとうございます。焼いていきますね。はいお願いしますうまそうだなすごくカットにこだわって、はいカットだけじゃないんですけど、はいはいちょっと特殊なカットをして食感が柔らかいんだけど歯切れがいいという食感。どういうカットなんですそれ企業秘密。僕オーナーなんですよ。はいはい料理長に聞いたら教えられません。オーナーやぞ。かへー口が軽そうや。美味しいですめちゃめちゃ柔らかいですねでも歯切れはいがあります。歯切れもいいしありがとうございます美味しいですねこのクオリティは絶対に食べられないですねマイアミでは毎夜でも日本でもそんなにないんじゃないですかだいぶ食通の方が褒めていただけるので。すごい美味しいですなんか弾力あるけど本当にサクッていっちゃうそうなんですはいでもこれは原価赤字もうちょっと大赤字です。ザ・ユッケですね。お待たせしました。おーうまそう最近ユッケ食べられるお店も少ないですよねなかなかね、もも肉しかダメなので、しかも基準を満たしてないと。いただきますめちゃめちゃうまいよめちゃめちゃうまいよこの肉と卵がすごい合ってますよねありがとうございます。ちょっと疲れてますもんねそうですよ。はいそうでもないですかー本当のこと言って大丈夫ですでも普段僕結構テンション低いんですよ。あそうなんですね例えばテレビとかなんか番組が始まるってなるともちろんスイッチガチャンと入れて喋るんですけど、はいはい今この焼肉を焼き始めるとオーナーモードになっちゃうので、はいはいはい急激にちゃんとお肉を提供しないとの方に行くのではいはいはいトークがぐっと抑えられてしまう。はい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 おわった。おおこれはうまそうっすね宮迫ハラミです。今日のハラミエグいっすね。分厚いっすよね分厚いんですよ。江頭さんが一生肉汁が出るって分厚さ濃いな。中は結構レアめなの。はいうんうまっほんとうまいっすねありがとうございます。肉食べてるのにマグロとかそっち系の歯切れっすよね柔らかくてありがとうございます。肉汁もずーっと出てきますよロッコうまい焼き加減もめちゃめちゃいいさすがオーナーです後輩とかと焼肉行く時のずーっとやってるんですよ。後輩がこうザッてこうまいやん自分そっちのタイプですう後輩と怒ってます。ザッてやった時にこう重なってるじゃないですか。はいお前なここ焼けた時にここ焼けてないな。それをずらした時にはここの焼け具合とここの焼け具合変わってくるからだ。もうええ俺全部俺が焼く。へおいしいものをおいしいタイミングで
食わない人が許せないんですよ。まあまあ料理するので妻とか息子にこう何かを作って「できたよ」って言った時に「あごめん洗濯物先取り込むわ」食え寿司屋で昔 IT 社長みたいなのに連れてこられたお姉ちゃん、ずーっとなんかハワイってさみたいな話をしてるんですよ、横で僕後輩と2人で僕寿司大好きなんで出てきたらすぐこうやってる時横でハワイってさ言うてる目の前にすっごい美味しそうな中トロが置かれてるんですよ。全然食わないんですよ。早く食えや思いながらずーっとなんかハワイがどうのこうのどこですかどうのこうのもうなんかちょっと乾き始めてもうなんかおかしな状態になってる中トロをだいぶ経ってから食べて超美味しいんだけど10分前もっと美味しかったよねっていうのがイライラするタイプ。宮迫さんあれですもんね、グルメですもんね。食が一番の趣味なので、かわいそうじゃないですか。大将もかわいそうやし、食材もかわいそうじゃないですか。来ました。すごっ。なんていうんでしたっけこれ。オッケー。おいしいです。おいしい。オッケー。笑うんじゃねえ。兄弟仲いいっすね。仲いいっすね。試合の時もほぼ毎回来てくれますね。俺海外でも。仲はいいのかな。喧嘩めちゃくちゃしてて、エアーガンで撃たれたりとか、もう結構自分の狙撃っす。お兄ちゃんも。お兄ちゃんをで川に蹴り落とされたりとか、結構その喧嘩って言ってもひどいんですよ、動画。似てます。似てますよね。でもみんなそんな感じだと思うんですよね。みんなじゃ絶対ないです。違います。なんかよくドロップキックされてましたよ、俺真似してやろうと思ったんですけど、どうしてもなんかつま先から落ちて床にどうにやってんだろうなって何回もやってたんですよ。あれ押し蹴りなんですよ。ダーンと当たってまうと自分も落ちてしまうので、空中でこうグンと押すとちょうど胸からふわっと降りるんですよ。そうなんですね。何回見てもできなかったんですよ。これ西日本一美しいドロップキックって言われてましたね。それを鶴瓶師匠の番組でドアが開いたら誰かゲストが出てきて鶴瓶師匠が即興の漫才を誰かとしないといけない番組が深夜番組があったんですよ。それに相方が選ばれて、その番組僕は別に出なくていいんですけど、番組サイトから袖で見てて最後登場してくださいって言われてて、本番始まって、お前かいな言いながら何やかんや客も受けてて、ただ僕ずっと袖で見てるだけで何や俺で終わってから出て行って全然美味しないなと、何したらおもろいやろってずっと考えてて、ほんで終わってスタッフに「いや出てください」って言われたから、鶴瓶師匠とはそこまでの関係性が築けてない状態で袖からそのまま走っていって鶴瓶師匠にドロップキックしたんですよ。なんで俺やないねんだったらもう舞台の端までザーッ閉まっていって向こうの鶴瓶師匠が「これはめっちゃキレられるっていうやっちゃうんですよ。焼きしゃぶでございます。めちゃめちゃうまそう。うわー、すごいっすね。座布団ですね。さっき網変えて。あ、かしこまりました。そういうのにやっぱこだわるんですか、網とか。こういうのがついちゃう。全く綺麗にバンバン入れちゃうんですよ。ドロップキック今の目すごかったですよ。お前敵みたいな。後輩やったら覚えてます。そんなすぐなんですよ。結構焼きしゃぶなので。もともと刺身できるやつなんで。そうなんですね。本当に使ってる。いいですね。これで中に包んで、明かりにつけて、いただきます。めちゃめちゃうまいですね、やっぱり。肉って感覚じゃないですよね。柔らかすぎて。飲む感じですね。
淡路島の玉ねぎがまた甘いんですよ。はい、甘いですね。全然なんかツーンとしないですよね。玉ねぎ自分たちで焼くときは教えてもらえるんですか？何秒ぐらい？店員が言ってくれる。ただ好みがあるので、よく焼く人、焼くのが好きっていう人もいらっしゃるので、その辺はもうお好みで、まあ、よく焼いてもうまいんですけどね、この肉自体が。玉ねぎやるのうまいでしょ。はい。グラスにサコハイって書いてある。本当だ。これ僕の直筆です。あ、そうなの。肉の方が先になくなりますね。玉ねぎよりも。なんで顔を伺ってもうひっくり返していいですかみたいな。正直焼きすぎても美味しい肉なので、全然大丈夫です。でもちょっと焼きすぎだぞって思ってますよ。どうですか？絶対焼きすぎじゃないですか。そのヒレでございます。うわ、はい、すごい量です。うまそう。これ交雑のヒレなんですけど、はいはい。僕和牛より断然好きなんですよ。宮迫さん、闇営業って何なんですか？ダメです。それはもう自分のせい。これも美味しいですね。油が重たくないでしょ。はい。なんか油入ってるんで赤身って感じですよね。もう半額以下って考えたら、まあうちとしては和牛を食べていただきたいんですけどね、単価的には。そうですね。だからあんまり交雑って宣伝してもダメなんですよ。じゃあこれしない方がいいですね。結局今店に来てくれてる人が証明してくれてる交雑うまい。まあうまいですよね。シャトーブリアンでございます。おお。すごっ。すごい。シャトーさん。すげえ。交雑切れのシャトーブリアンですね。普段怒ったりするんですか？全然怒んないですね。普段からこんな感じですね。絡まれたりとかしない？全然しないですね。絡まれてもなんか別にごめんごめんみたいなこういう感じでさばいちゃいます。難しい。これはめっちゃやってる。すいません。すごい難しいですよねこれ。バラ肉焼いてる。それはいや本当に違った方がいいんじゃないですか。これは難しかったです。ちょっとドロップキックでしょ。年々一番思うのがジャンプできなくなってきました。あそれこそドロップキックをずーっと例えばめちゃイケとかで出た時は絶対落ちでドロップキックを要望されてたのが年々打点が昔はこめかみ蹴れたんですよ。年々打点が落ちていき最後膝裏蹴ってたから飛べなくなっていく。それでも2人とも怪我するんで、しかもいわゆる押し蹴りもできなくなったから、バーンと毎回の時はもう青タンできたから、これもうお互い怪我するからもう断ろうって言ってやめたんですよ。見るとめちゃくちゃ飛んでますもん。この辺飛んでますよねマジで。若い時は飛べたんですよ。できます。これ何でしたっけ？シャトーブリアンシャトーブリアン。ヒレの中心部のやつですよ。最高です。最高です。次の試合期待してます。はい、頑張ります。ありがとうございます。すいません、なんか時間。いやとんでもないです。申し訳ないです。ただただ楽しく飲み会。いやいや、それがいいんで、はい。またなんか次回なんかコラボとかできたらぜひお願いします。お願いします。はい。なんか自分釣り好きなんで釣りとか。あ、いいっすね。なんか趣味でなんかもっといろいろはい。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。ありがとうございます。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかったっすね。うまかったっすね。海外で焼肉何個か行ってるんですけど、この味には全く及ばないんです。やっぱ来てよかった。日本でもね、ここまでうまい焼肉ってそんなないっすよ。けどこの価格でこの美味しさすごいですよね。すごいと思います。うまかったっすね。だから焼き方もすごいこだわりがあって、そうですね。一個一個焼いていただいちゃって、申し訳ないです。本当にありがとうございます。いやありがとうございありがとうございま。ますす。ありがとうございます。宮迫さんの YouTube チャンネルも概要欄に貼っとくのでぜひチェックしてみてください。チェックしてください。はい。じゃあ、こんな感じで今日の動画は終わりにしたいと思います。じゃあまたねー。またねー。